おはようございます。おはようございます。寝起きですか？いや、違いますよ。おはようでもね、おはようございますがやっぱ社会、業界的にはね、確かに。現場なかなかねご一緒すること、最近そういえばなかったですね。いやー、確かに。なんか、今年も19日とかになんかあったらしいんですけど、ちょっとよくわかんないまま、はい、今机ドンってしました？あれ、机ドンってしてます？みこさん、ちょっとお行儀悪いですよ、みこさん。あなた、はい、7月19日ってさ、ご存知でない？ 7月19日はカラオケコラボをさせていただきましたね。よかったらアーカイブ見ていただけますと嬉しいです。なんかすごいカエル化にそうになりましたよ、みこちゃんは。やっぱあれが星町彗星なんだっていうね。やっぱまあでも、あれが星町彗星ですもんね。あれが星町彗星。すごい全然別に弾きてましたよね。おかしなこと、おかしなことやったつもりおかしくはなかった。ないですけど、2個目との楽手の忘れたじゃねえよ、お前。何また忘れてんの？いつになったら覚えるんですか、あなたは。まあって言いつつね、みこちゃんも何も考えてはなかったんですけどね。何にも、何する？シーン。今回はですね、ミカメット6周年公開会議をね、行わせていただこうかなと思っておりまして、各議題に合わせ、他のね、ホロメンさん、ホロメンじゃない方も、ほぼホロメンですね、ご意見を頂戴させていただきつつ、進行していこうかなという運びになっております、ということです。なるほど。じゃあ本日のまず一つ目、アジェンダは何でしょうか？アジェンダ？はい、アジェンダとかって今日はお持ちじゃないですか？アジェンダ。やっぱりこういうものにしっかりとコミットしていくには、こういうアジェンダからしっかりとこのパワーをね入れていってやっていくのがやっぱりね。アジェンダって何？アジェンダコミットって何？やっぱそのコンセンサスがね取るのがやっぱ重要じゃないですか。すんちゃん何語喋ってるの？コンセンサス。じゃあまず一人目をお呼びしましょうか。はい。すみません、本日の議題なんですけれども、2人でコラボ配信をするならというところをちょっとですね話し合えればと思いまして。やはりビジネスカップルのお二人。ビジネスパートナーですね。ビジネスパートナー。パートナーですね。お仕事の関係でさせていただいております。はい、そうなんです。なるほどなるほど。そこはちょっとしっかり覚えていただいて。カップルではない。はい。個人的に見たいのはやっぱ以心伝心系とかすごい好きなんですよ。以心伝心。はい。例えばなんかコンビニで2人で商品買ってきてもらって、お菓子っていうお題が出たとしたら、2人は何を買うのかな。やっぱ6年もやってたら同じものを買ってくるんじゃないかなとか、あとは結婚式はどこでやりたいとか、そういうのを知りたいな。大丈夫かな。いやこれは違う、別に2人でねするとか別に言ってないですよ。なるほどね。じゃああれですね、ゲームでやるというよりかは企画としてどのぐらい以心伝心できるのかなみたいな企画がいいんじゃないかという。みこさんが現場入る時に必要なものを買ってきてくださいとか、水星さんが現場入った時に収録の時に必要なものを買ってきてくださいみたいな、そういう曲は面白そうですよね。買えるかも。マッチョさん、これってあれですよね。以心伝心は目指しつつ別にしなくてもいいっていうことですよね。私的には自信がないなって感じなんですけど。いやいや、6年もやってたらね、お互いの気持ちが自然と集まってくるものですよ。確かに。じゃあクリア条件は以心伝心できたらクリアっていうことですかね。もうしなかったらもう解散。だってこれいくらでもボケれちゃうじゃないですか。だっていくらでもボケれちゃうから、これクリア条件決めないと。絶対に以心伝心すると。
うんしなかったらもう解散。解散解散もかけた解散解散もかけたかけた一心伝心まあでも確かにそういうの必要ですよね。そう、ね6年もやってるんだからさ。うんそうだよね。スイちゃんもちょっとはみこちゃんにさ寄り添ってあげたりとかね、分かってくれたりとかした方がいいと思いますもんね。みこさんもね、もうちょっとスイちゃんのことね分かってないとダメですよね。最近ちょっとスイちゃんのことバカにしてません？バカにしてどうよ。ちょっともうちょっとビジネスパートナー大事にしないといけないですよね。私の後に道はできる的なねやつを打ち方とか。バカにしてますよね、これね。2人でミコメットで大型企画計画するなら何がいいか、どんなものがいいかというところでね、ご意見をいただきたいですね。はい、お伺いできればと思っておりまして、先に伝えとけや、議題。大変申し訳ございません。すいません。段取りの方がちょっといやいや、よくそんなことない、そんなことないですよね。もう本当に。ホロライブ社交ダンスバトルっていうのはどうですか？今日そのまま出てやった。今日ペアで社交ダンスを披露するというのは1ヶ月ぐらい練習してどうですか？社交ダンスバトルは。 1ヶ月もうみんなでそう一ヶ月スタジオに行って先生をつけさせていただいて、しかもペア指名制ね。お前をペアとすみたいな話してそれでお前とだったらてっぺん取れるからてっぺん取ろうやって言って1人指名して社交ダンスバトルするというのはいかがですか？プロの先生をお呼びして。これってミコメットはペアを組まないといけないんですか？あ、当たり前ですよね。ですよね。ねえ、スイちゃんみこちゃんのことリードしてくれるよね。社交ダンスは全然なんか想像つかねえな。でも社交ダンスっていうジャンル多分したことある子いないから多分。確かにだから確かにみんなやっぱゼロベースからでいいバトルができると思うんですよね。確かに確かにそれぞれさシャルウィーダンスですね。確かに。シャルウィーダ違うんだンスチームミコメットとチームスバオカでセクシーダンスかますわ。こっちこっちタンゴしよう、スイちゃんとどんどこどんどこどんどこ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 。まあでもまあでね、もお二人ね、やっぱそのエリート発言とかもね、なんか因縁ございますからね。エリート発言何ですか？いや知ってるでしょ、あんた知らばっかりで知ってるに決まってるでしょ、あんたに流れてきてたらよ。いやいや待ってた割には大したことねえな。本当だよ。でのエリート選手だ。やばいやばい、どうなってる？舐められてたまるか。エリート選手自分で勝ったっていうやつは大してエリートじゃねえか。シナまあ待ってくださいよ、待ってくださいよ。みこちゃんのことはエリート鼻で笑ってたのかよ、お前。いやミコチのエリートはなんかその2種類あるやん。ミコチのエリートって2種類2種類あるの？この世マ界には2種類。ジそう、この世界では2種類のエリートミコチがいて、1種類は本当にミコチはやっぱエリートだなって思う時ね。もう1種類はミコちゃんはエリートだからって言ってる、なんかそのもうフラグにしか聞こえないやつで、大体その、ミコチってエリートだなって周りが言ってる時はミコちゃんは自分でエリートって言ってないやん、そういう時なんか黙々とやってるから、そういうことなんですよ。納得しちゃったよ。でもみこちゃんはベジータさんはエリートだと思ってちょっとました待って、まだベジータはまだ始まったばかりだから、スバルの中でね。あーじゃあそうなんだ最後にどうだったかっていうことをさ、鼻で笑ったスバルはどうだったかっていうことを教えてくださいよ、終わったら。まあ終わったらね、ちょっと楽しみにしててください。はい、楽しみにしてますよ。じゃなんでねあクソダコ MC バトルも社交ダンスバトルもシャコバース社交ダンスシャドバトルもーバースみたいな。参加してくれるということでね、社交バースってなんで社交バースシャドーバースね。シャドーバースやりますか？じゃあごめんなさい。教えますよ、全然。ごめんなさいありがとうございます。じゃあこの後教えごますんで。めんなさい。はいもうすんちゃんにもずっダウンロードからと見てるけど、うんマジで一回も全然やってない。ごめんなさい。ダウンロードしていただいてね、お願いいたします。うん二人でロケに行くならどこがいいか。おすすめはありますでしょうか、あずきさん。二人でロケに行くならか、二人にやってほしいこととしてやはってほしいこと。何ちょっ何？と私から提案したいのははい。目隠しであずきさん何しようとしてるの？ちょっとどこに行くかわからないんですけど、はいまあちょっとその場所に行って
、その場所を当ててもらうというあ、ゲス。なるほどはいね。リアルゲスをちょっと2人にしていただきたいなって思うんですけど、どうですかね。一応目的地はヒントがなんかあって、でそこでは2人が落ち合えるかっていうロケで落ちやっぱ別々なんだ。別々一緒だと思ってました。すいませんね。ありがとうございます。ロケ地みたいなところで言うとおすすロめってありますか？ケ地でもやっぱあずきがこれまでに行った中だと、やはり小豆島をしたいです。あ、小豆小豆島島。あずき島と書いて。小豆島でそれをやってもいいかもしれませんね。確かに。恋人の聖地みたいなとこもありまして、はあ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 、あれあ。全然関係なくっても我々。いいね。あず色とかあったらいいですけどね。でもあず色あんまり評判がないの？あず色だったらいいじゃないですか。エンジェルロードっていう、エンジェルローはい、ちょっと手をつなぐとね、願い事が手をつないで当たると願い事が叶う素晴らしい素敵な場所がありましてド。おお。まあちょっと見込めとにはしなじないかもしれないですけど。シナジーはないかも。でも、あないですかあずちゃんのね、好きな島だから。はいいいですねぜひちょっと2人に行ってほしいなとやりたいね今思いました。ありがとうございます。素晴らしい案じゃないですか、これ。ねえ。めちゃめちゃ素晴らしいやん。よかったよかった好評ありがでとうございます天才ですね。 6周年を迎えまして7周年に向けて何かやりたいねということで、質問いいですか？はいあどうぞ。はいボルカさん。ですね、はいそれははい一番のその目的というのはお金とか集客力とかどんな感じが目的ですか？そうですね、これに関しましてはいつも応援してくださるファンの皆様への還元っていうところを還元まず主軸、そう主軸として考そうえなるほどて予算みたいなところもまだ未確定ではあるんですけれども、あんまりちょっとそういうところは度外視で、まずはリスナーの皆様へ還元という気持ちで満足いただけるような企画ができたらなと。ですね、水着です。やっぱり水着か。すみません、水着ですね、これは。いや、みこちゃんは全然構わないですけど、この星町水星さんが水着を還元星町還元しろ。いやお待ちくださいお待ちください。星町いや築き上げた星町水星のブランディングというものもありまして、でもそういうブランディングのことに詳しいならうちの白神がそうなんですね。きっと教えてくれますよ。なんか水着といっても、いろいろな方があると思うんですけど、多分ね星町さんが考えてらっしゃるのは結構露出の激しめなものでございますよね。ビキニとかそうですよね。ビキニなんですけども、昨今やはりなんかスポーツ系の普通に服をね着てらっしゃるっていうね、旗から見れば私服みたいな水着もあるじゃないですか。確かにみたいな感じの、一重に水着といってもいろいろな種類があるわけでして、やはりそれぞれに合ったもうねミコメットらしいデザインの水着というのはどうでしょうかね。お互いのブランディングを壊さない範囲で。そう壊さない。ちなみに水着着てどうするんですか？やっぱそれはバレーボールに決まってんだろ。それじゃバカビーチバレーに決まってんだろね。それは。いや何どういうことどういうことなんで水着をなんで用いてですね、やはりいろいろなこの施設あるじゃないですか。プールの施設、ミコメットサワープールということで、そのねやっぱりお客さんに来てもらうっていうコラボイベントですよね、いわゆる。なるほど。夏らしいかき氷だったりスイーツだったりのそういうフードのコラボもできるわけですよ。写真集出しましょう、写真集。写真集。誰がこいつつまみ出せ。こちらの方でいただいた案を協議の結果どうなったかまたご連絡させていただければなと。よしこの来た後逆突の方が来られる場合、ちょっと水着はありかなしかの質問をしていただいてもいいでしょうか？そうですそうです。確かにこれやっぱりとしてね。我々の以外の人ももしかして思ってる可能性ありますよね、やはり。はい。そういう意見聞くから逆突するんだもんね。そうだよそうだよね。やっぱちゃんと組んでいかないそといけない。の通りでございます。はい、意その通見をりでございます。聞きたいよね。そうですよ。意見聞きたい。聞きたいその通りでございます。7周年に向けて、お揃い衣装作りたいねっていうお話をしておりまして今。いいじゃないですか。
ぱお揃い衣装のデザインみたいなところをよかったら提案などいただけたら大変助かるな。なんだと、はい、第三者からのそのご意見みたいなところいただけますと、やっぱねイラストレーターさんとしてねすごい毎回ねしぐれういサマーとかねウィンターって言ってますもんね。ね、ご活躍されていると思いますので。ミーティングの画面見るともう水着って書いてあるんですけど、これはもう決定です。これはもう決定。これがねこれがですね先ほどのねフブポルさんがちょっとウイママにも聞いてほしいということだったんですが、まあ一応一つの案としては夏の服がないので春夏に着けるまあ薄手の水着とかどうかなっていう案はいただいていて。もう決まりじゃないですか、水着で。ピッチクスですね、これは。これはプラン A なんで第一案で、やっぱそのニアンさんと別のアバターが安心するねっていう話でして、ただその前にいらっしゃったお二人はしぐれういさんに水着はありかなしかは聞いてほしいということですので。大ありだと思うんですけど、逆に何がダメなんでしょうか？やっぱ周年衣装というのはそのまでの年数を支えてくださった方への感謝の衣装ということで間違いないですよね。はい、そうですね。そうでございます。はい、顧客が求めているものって本当は水着なんじゃないでしょうか？まあでもその可愛いのではないでしょうか？一個のアイデアに縛られるのは良くないかなっていうところもありまして、確かにね、複数案あった方がビジネス的にはよろしいでしょうね。そうなんです。やっぱり今昨今 YouTube もセンシティブラインがすごい厳しくなっていたりもしますので。でもバニーガーデン行けましたよ。バニーガーデン行けましたよ。うちはダメなんです。ミカマあなたのチャンネルにあなたのバニーガーデン2に行かせてくれ本当のやつだ。じゃあお二人がバニーガールになるのはどうですか？バニーガール、これが第2案ですか？どうですか？バニーガールぶっちゃけ良くないですか？いいわけない。いいわけない。絶対可愛いし。ダメなのバニーガールってダメなんだスイちゃんは。でもレオタードじゃなかったら考えます。いやもちろんレオタードじゃないやつもありますよ。ほら、なんか男性がバニーガールみたいな服してるやつあるじゃないですか、たまに。タキシードみたいなやつ。わかんないですけど。嘘、イラストで見たことあります私。男バニーガール。スーツ型のバニーとかもいいんじゃないですか？スーツ型バニーね、スイちゃんとても似合うんじゃないですか？でも可能ならば足は出してほしいけどね、レオタードじゃなくてもいいんですけど、シックなさショートパンツとかでさ、確かにショートパンツとかね、多分2人ともクラシックなものって似合いますから。確かにバニーガーデンどうですか？クラシックの方面によるなら良さそうですよね。いいじゃん。やばいやばい怖いよ。別になんかそのうさ耳つけるだの猫耳つけるだの何耳つけるみたいなところは別に全然抵抗がないので。そうなんですね。露出がなければね。そうなんです。はい。バニー見たすぎる観客の皆さんどう思いますか？バニーガールいいですよね。このミーティング観客いるみたいです。オーディエンスの皆さんいいじゃん言ってます。いいじゃん。逆だったかもしれない。いや逆バニーはちょっと私宗教的に無理なんで。それではない。そうなん。それはないです。違う。逆バニーは邪道。バニーガール水着みたいなね。天才の所業。盛りすぎだよ。天才の所業。おいさくらみこさすがだな。やばい出ちゃったみこ。いやこれはさすがエリートですね。でもそしたら一緒に来たくないですか、ういさん。いや私見込めたじゃないので。でもさウイママで言うたらさ、なんか最近ライブで披露されてた衣装の中でちょっとバニーっぽいのがあったよね。確かにあれ露出少ないですよ。確かに。スイセイさんどうですか？このレベルいいです。これいいですよ。いいですよ。これもうほぼないですよ肌。ないこれだったら全然オッケー。おこれ未来ある。未来ある。でみこちゃんはブリンブリンに出してもらって、なんで代わりにこの質がかりみたいなってレオタード履いてもらってケツを出してもらって、ケツと胸と出してもらって、出せるもんは全部出してもらって、ミコが出してもみたいな感じでさ言われない星を。いやその差がいいの差が。そう整いたいの。別に合わせてもらわなくていいんでね。そうそれぞれのいいところを出していくっていうスタイルでね。それが顧客が求めているもとですから、皆さん喜んでいますよ今。顧客が求めている。そりゃね、もう出せばいいってもんじゃないよ。
でも、出てた方が嬉しいだろうが。へな、みんなそうなんだ。求めてるぞって。あ、求めてるんだ。ほらじゃあほら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 バニー水着。水着はいいって。わかる水着はいい。それは別な別のあれね。これナイトプール。二人でナイトプール行ってくれ。スイちゃん聞いてください。私別に気をてらってバニーガールって言ってるわけではなく、二人にとっても似合いそうだなと思ってバニーガールを提案したわけであって、私は別に気をてらってるわけではないんですよ。絶対似合うと思ってるんですよ。そうですよ。ビジネスならば売れるべきだと思うんです。うん、そうです。さすが、すげえよ。これでこんなに活躍してる時あるわな。さすがだ。さすがよ分かってるあ、すみません。あ、10時になってしまいましたので、打ち合わせはこの辺りで失礼させていただこうかと思います。あ、ちゃんと議事録取りましたか？議事録取りました。ジェミニの方が議事録取ってくれてなので、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、7周年楽しみにしておりますね。本当にありがとうございます。ありがとうございます。それではちょっと失礼いたします。ありがとうよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。決まっちゃったね。決まってない。決まった何も決まってない。決まってこんなにさ、もうなっちゃったのかな。どっちがいいの？バニーガールと水着。いや、バニーガールの方がマシかな。でも。あ、そうなんだ。かなでかな。ここって席変わった方がいいですか？とか言われて、いやいいよ別に。やめろよ。ってそうだからミコメットが隣に座ってない時に「あ、ごめん席変わる?」みたいなあーってなった思い出がトラウマで。トラウマだったんだあれあれでもさ、私別にひどいこと言ってないからね。いやわかる。いやそれが